全国の風民の皆さん、今日もこんにちは。みえちゃんです。なんかね、ロスで山火事がね、大変なことになっていて、私もね、友人があそこにいますのでね、安否をね、確認したりして、してたんですけれども、被害にね、遭われた方々に心からお見舞い申し上げます。それでですね、風沼セラピーと題したシリーズも、今日で、22回目ですかね。はい、いつもたくさんご視聴いただいて本当にありがとうございます。というわけで、今日はね、ゆかさんからリクエストいただいてたロンリーラプソディを私なりの解釈ですけれども、またねご一緒に味わっていただけたら嬉しいです。この曲は日産スタジアムのねライブでも歌っていて、本当にね心にしみる曲ですよね。もうね何回でも聴きたくなるっていうかね。まあ風さんの曲はね全てそうなんですけれどもね、飽きないんですよね。でそれどうしてなのか考えたんですけれども、いつもね人間のね内面の真実をね歌ってるからなんじゃないかなって思うんですよね。まずね聞いて思うのはね、この曲全体のね比類のないメロディーのね美しさですよね。本当にね聞く者の心をね優しいベールでふんわりと包んでくれてね、寄り添ってくれますね。風さんの声がねまた本当にね柔らかくてね溶けそうなね質感というかね、聞くだけでね癒される人はたくさんいると思います。それからね最後のねあーはーあーはーっていうとこね、日産ライブでねエモーレスさんと有羽さんのね素晴らしいコーラスとミックスされてね、もう心がシューッとね溶けて楽になってきますよね。このねアーハーなんですけど、多分ねこれ英語のアハー、そうか分かったっていうようなね意味があるんですけど、これね曲の最後に出てくるんですけどね、なぜアハーなのかね、これはね私この曲のね大きなポイントだと思うんですよ。はい。そしてあとね途中でねスーとかハーとかね呼吸が出てきますね。まああれってねヒンズー教のマントラとかねお経みたいにもね聞こえますし、禅なんかでもね数息観なんていうのありますね。数える息って書いてね、息に呼吸に集中するんですね。それでねライブの時はねあの中この場面で息吸っていらんもん全部吐き出してなんてねカズさん言ってましたよね。私この間超音波の検査あったんですけれどもね、もう先生の声がねもう風さんの声に聞こえちゃってね、もうはい、息を吸って吐いてって言われるたびにもう、なんか風さんが言ってくれてるみたいでもう超超楽しい検査になっちゃって普段は大嫌いなんですけどもね。はい。でまあねこの曲はね孤独がテーマっていうことなんですよね。まあ孤独ってね人間である以上つきものですね。今までね孤独を一度もね感じたことない人は一人もいないと思います。はい。探しても寄り添う方はなく、ただ単に飲まれていく空っぽな人並みに溶けていく。何かね都会の雑踏でのね孤独を感じさせる歌詞ですよね。まあ雑踏にいてもね友達100人いてもね孤独は感じますね。なぜならねこれ自分はこの個体だっていうね、自我があるからなんですね。赤ちゃんの時はね孤独は感じませんね。覚えてないけどね不快感やね満足感は感じるかもしれませんけど、
まだ思考がね発達してないのでね、自分とね他のものを分ける能力がありませんからね、世界と一体になってるんですね。でね、成長するに従ってね、思考もねどんどん起こるようになると、思考が自我を作るんですね。小学校ぐらいまではねまだおとなしい自我なんですけれども、思春期になると一気にもうね自我の塊みたいになりますね。だから反抗したりね、そうかと思えばね友達が欲しくてね群れたりね、自我はね、自分は他のものとは全く別個のね個人としてのこの体だっていうね、もう強い思い込みでできてるんですね。そしてね、何々っていう名前でどこどこの学校行ってて、数学は苦手だとかね、暗い性格だとか明るいとかね、小さい時いじめられたとか、そういうね記憶とね深く結びついていて、要するに記憶や経験が思考と結びついたのが自我ですね。そしてね、親や先生やね社会から教えられたね常識だとかね教育とかでね、強く条件付けられたものですね。条件付けっていうのはいわば思い込みみたいなもんですね。その例はいっぱいあってね、一人でいることは良くないとか、人と変わったことはしちゃいけないとかね、そうかと思えば自分の意見持ちなさいとかね、矛盾してるんですけどね、個性的であれとか、根性が大事とかね、友達はいっぱいあった方がいいとかね、そういうことですね。そして世の中はねこうした条件付けにね満ちていて、その中心にあるのがね、さっき言ったように自分は他のものとは切り離された存在だって思っている自我なんですね。それがもうあらゆる苦しみを生んでるんですね。昔ね60年代のもうはるか昔なんですね。サイモンとガーファンクルっていうのをいてね、I am a rock というね、僕は岩だっていうようなね曲があったんですね。ここにちょっとね歌詞があるんですけどね、 I am shielded in my armor、 僕はね鎧で守られている、 Hiding in my room safe within my womb、自分の部屋に身を隠してね安全なところでいるとね、I touch no one and no one touches me、誰もね僕に触れないし、僕も誰にも触れないと、僕は岩で僕は島だって、そういうね歌なんですけどね、今こういう若者増えてますよね。若者だけじゃなくて他人と関わりたくないって人多いですね。これ60年代の曲ですからけど、あの頃もうすでにねポール・サイモンはね自我でね若者がどんどん孤立していく、そういう姿を描いてるんですね。つまりね自分は周りから孤立した岩や島なんだと、こういう岩ね、そうでねまさにね自我の感覚なんですねこれがね。他のものと別だと思い込んでるからお互いにこう対立するんですね。でだから友達とね喧嘩してみたりね、いじめてみたり悩んだりね、そうかと思えばもう引きこもっちゃったりするんですね。引きこもりっていうのはね究極の自己愛なんですね。要するにね外に出て自分が傷つくのが怖いんですよ。もう自分が可愛くって仕方がないんです。引きこもりのね部屋は今言ったI am rock というね曲ではねその部屋がねウームって言ってるんですね。これ子宮っていう意味なんですよ、お母さんの子宮ね。でねつまりねだから甘えの変種なんですね。お母さんのぬくもりがね忘れられないんですね。何にもね不安や心配のなかったね
子供に戻りたいんですね、無意識のうちにね。で引きこもってもねご飯をね運んでくれる親が必要なんですよ。あるいはね食べ物を提供してくれるねコンビニぐらいは行くかもしれませんね。で一人でね部屋にいるつもりかも知れないけど、まあ自立してるわけじゃないんですね。たくさんの愛に支えられてるんですね。まあ人を避けてね山にこもってもね自給自足してもね自然がね恵みをくれてるんですね。自然は人間じゃないし俺は誰の手も借りてないってねそういう人もいるかもしれませんけどおっとどっこいなんですよ。自然はね自分自身なんですよ。自然は愛であり他のね全ての人とつながってるんです。みんな宇宙と一つなのにねそれに気づいてないんですね。そしてね自分はこの個人のこの体っていうね考えが常にあるので、それがね孤独感をもたらすんですね。そしてそこから一生懸命ね逃げようとするんですよ。だからね大人になってもね孤独感からね無意識に逃避してるんですね。そしてねそこから逃れるためにいろんなものに執着しますね。女性ならまあ買い物したりなんか気晴らししたりね美容院行ったりなんかスピリチュアルとかに走ったりね男ならギャンブルとかねお酒とか何これ飲む打つ買うっていうの、まあなんかそういうね気晴らしっていうか対症療法っていうかねまあその時はいいんだけれどもねその場しのぎっていうあれですね。でねまあ根本的なこういうものは解決法ではないのでいくらこういうことやってもね孤独感っていうのは拭いきれないんですよ。いくらねお金持ちになってもね孤独は同じなんですね。で人知れずね涙流したりしてね。ところがねここで少しね歌詞見ると目覚めが起こるんですね。見つめてもみんな同じ顔、私もそう入れ物がパッと見違うだけごめんなさい。溶けてゆく溶けてゆく溶けてゆく目を覚ますね。溶けてゆくが3回もね出てきます。まあね個別のものでね世界から切り離された自分だって思ったものがねみんなと中身は同じだったって気づくんですね。入れ物っていうのはね体のことですね。そして全てが溶けてゆくね花でもあった歌詞ですよね。よくね風さんが使う表現なんですけどこれ悟りの目でもあるんですね。自分がね全てのものに溶けていくもう混然一体となるんですね。ここで全部が同じものだったと、目を覚ましますね。ワンネスの悟りです。そしてねハイヤーセルフ真我のねささやきのようなものがありますね。孤独なんて幻想気にしなきゃいいのねみんな同じ星みんな同じ呼吸ねいいですねこの歌詞。もうさすが天才ですね。孤独なんて幻想なんですよ。なぜならあなたは一人には決してなれないからなんですよ。よくね私は私あなたはあなたなんて言いますけどあれも古いんですよ。あなたは私、私はあなたが正しいんです。みんな同じ星で宇宙なんですよ。同じ一つのものがねそれぞれの体になって現れていてそれぞれが同じところで呼吸をしてるんですね。宇宙って言ってもね神って言ってもいいですね。みんな大きなね自分果てしない自分、それ神我って言ってもハイヤーセルフって言っても OK です。その一つしかないんですね。自分はそれです。もうみんな神様なんですよ。でここで少し気づいた自分がねつまり自我がねハイヤーセルフに尋ねますね。何をしたの？何もしてないよ。君は誰なの？僕は僕だよ。
何を泣いてるの？何が悲しいの？この会話でね、ハイヤーセルフもね、いわば自分ですからね、自分との対話って言っても良いですね。もうわからないよってね、なんで泣いてるのかわからなくなっちゃってね、もうため息は過ぎ去って孤独はね解消しつつありますね。みんな溶けてるね。ここはどこ？みんな何してるの？同じ時生きててもなぜ誰もいないの？泣いてやろう、笑ったろうね。そしてこの世界に誰もいなくて自分だけだと気づきますね。つまり誰も対立する相手がいない状態ですね。一つになった自分しかいないからですね。これは一つの自分で孤独な自分とは違うんですね。そして泣いたり笑ったり思うがままにします。もう逃避もなくなってね、あるがままなんですね。逃避っていうのはね、辛い感情を和らげるどころか強めるんですよ。ここのとこねすごい大事だと思うんですね。もしね強い孤独を感じたら、その孤独にじっととどまることをお勧めするんです。孤独のとねもう一つになってそれをとことん味わうんです。そうするとね孤独は自然に消えます。怒りもそうなんですね。怒りが湧いたらそれと一つになります。そうすると怒りはスーッと消えちゃうんですよ。そしたらそれ手放すんですね。風さんが言ってるネガティブを手放すっていうのはこれですね。いじらないでね手放すんです。でそれなのにね思考がねその怒りをねいじろうとしたらダメなんです。そうすると怒りをね引きずることになっちゃうんですね。そのまんまがいいんですよ。本当に何がいけないかっていうとね、孤独とか怒りって言ったねネガティブな感情を思考でいじったりつっついたりすることがいけないんです。例えばね怒りが起きてね思考がね私は怒るべきじゃないとかね私がいけなかったんじゃないかとかね怒らないようにしなきゃとか思うと、そうすると怒りが長引くんですよ。孤独もね例えば人間はみんな一人なんだから仕方ないやとかね、そういう理屈をつけないでもうただただ孤独を味わうんですよ。これをねクリシュナムルティ風に言うと観察者のいない観察っていうことになるんですね。言い換えるとね観察されるものは観察するものっていうことなんですけど、この場合孤独がね観察されるものなんですね。で観察しているのがこの自我です。だからね孤独を自分から切り離してそれを攻撃したり消そうとしたりしない。寂しいからねなんか楽しいことして気を紛らわしても孤独は消えませんから、孤独と一体になるんですよ。そうするとね孤独な自分っていうものが消えて孤独だけが残るんですよ。もう寂しい寂しいでいいんです。そうするとねいつの間にか孤独は消えているっていうことに気づくんですよ。これねぜひ試してもらいたいんですけどね。それがね孤独なんてゲームっていうところですね。楽しめばいいのねということですね。それがあるがままっていうことです。これこそね生きる意味っていうかね人生のね極意だと思うんですよ。もう味わうために生まれてきたんだからね。それなのにね個人の自分などの幻想なのにね自分っていうエゴね、それが自分を必死に守ろうとするんですね。でほとんどの人間は一生ねそれで吸ったもんだして終わっちゃうんですよ。だけどねせっかく生まれてきたんだからねそこに気づいてなるべく苦しみなくね人生を生きましょうよっていうことなんですね。みんな一人でしょ、みんな一つでしょね。そしてさっき僕は僕だよって言っていたのが僕は君だよになるんですね。すごいね風さん、ほんとすごい。
これがね自我がなくなってワンネスに気づくっていうことですね。一つのね大きな自分しかいないんですよ。だからみんな自分一人しかいない。自分だけの宇宙を見てるんですね。同時にみんな一つなんですよ。ちょっと難しいけどね、これが非二元一つだけっていうことなんですけど、まあそれをねワンネスって言ってもいいでしょう。ワンネスに気づけばね、もう自分を守らなくていいからね、フリーになるし、もはやねもう孤独になりようがないんですよ。だからねみんなね自我に気づいて自分を守ろうとする心にね気づいていけば、全てが自分になるし、人の気持ちが分かるようになるし、傷つかなくなるから人を傷つけなくなるんですよ。ため息は幻、もう聞こえないロンリーラプソディね。そしてね個人の自分は一人ぼっちの個体ではなくワンネスだった、たった一つの大きな存在であったって気づいたのでね、最後にあーはーとなったわけですね。そうだったのかとね気づいて、もう孤独はなくなっちゃったっていうことですね。だからもうロンリーラプソディも歌えないと、聞こえないとね。だからこのアハーにはね、こんな深い意味があったんだと思います。はい、いかがでしたでしょうか。はい、みえちゃんの勝手解釈ですがはい、今日はねこの辺で終わりたいと思います。それではね、次回まで皆様お風邪など召しませんように。はい、さよなら。またね。はい、仲良くしようね。はい、はい、さようならってね。